使いやすいリグを作り、モデルを快適に動かせるようにしましょう。はい、夏森勝です。今回はリギングを初心者さんに向けて解説していきます。この動画はリギング入門ということで、主にボーンに関する解説とリグの作成、IK と FK の解説が中心となります。話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。まず最初に、そもそもリギングとはどういう意味なのかを解説します。一言で言うと、キャラクターを動かすための仕組みを作ることです。これだけだと少し分かりづらいので、ゲームに例えてみます。リギングとはゲーム機のコントローラーを作る作業です。モデリングした物体を動かしたり効率よく動かすためには、ボーンというのを一つずつ組み立てていき、コントローラーを作る必要があります。そしてこのコントローラーのことをリグと呼びます。またリグを制作した後は、どの部分がボーンと一緒に動くかを関連付ける必要があります。この作業のことをスキニングと呼びます。箇条書きにすると、キャラクターを動かすためのコントローラーを作る、ボーンとモデルを関連付けて動かせるようにしていくということで、このリグを作成する作業のことをリギングと言います。スキニングというのはリギングの設定の中にある一作業ということです。つまりキャラクターを快適に動かすためにリギングというのが存在するわけです。次にリグを作るために必要な棒について解説しますが、その前にアーマチュアと棒の違いについて先に話しておきます。アーマチュアというのは一言で言うと骨格です。そしてアーマチュアの一つ一つを形成しているこの長い棒のようなものをボーンと言います。つまりアーマチュアというのは複数のボーンで作られているということです。では実際にボーンを操作してみましょう。シフト A を押すとアーマチュアという項目がありますので選択します。すると三角錐に丸がついたものが現れます。これがボーンです。先端の丸をテール、三角錐をボディ、根元の丸をヘッドと言います。このテールとヘッドは人間の体でいうと関節となる箇所です。ボーンを選択し R キーを押した後にマウスを操作するとボーンを回転させることができます。また G キーを押すことで移動し S キーで大きさが変えられます。次にボーンを増やしていきましょう。ボーンを選択した後、編集モードにしボーンのテールを選択しE キーを押しますと、このようにボーンを増やすことができます。左クリックで決定しボーンが作成されます。右クリックはキャンセルですが、注意しないといけないのは、追加されたボーンは削除されず丸の中に埋め込まれてしまうことです。これに気づかずそのままボーンを作成すると後々面倒なことが起きやすいので、アウトライナーから余計なボーンがないかを確認するといいです。削除したい場合はアウトライナーからボーンを選択しデリートキーを押してボーンを選択するとできます。またボーンのボディを選択しデリートキーを押してボーンを選択することで消すこともできます。ここでヘッドやテールの選択もできますが、ボディを選ばないと削除はできませんので注意です。ボーンを溶解というのは上と下のボーンを一つにしたい場合に使います。真ん中のボーンを溶解すると上と下が合体し一つのボーンにすることができます。他にはボーンを選択しシフト D で複製することもできまして、ここはモデリングの操作と同じです。以上がボーンの基本的な操作となります。次にボーンの選択モードをそれぞれ詳しく解説します。ボーンの選択にはオブジェクトモード、編集モード、ポーズモードの3つがあります。オブジェクトモードはボーンの全体を選択するモードですので、ボーンすべてを動かしたいときはこのモードにしましょう。編集モードはボーンの各部を選択できたり編集したりするモードとなります。実際に選択してみましょう。ヘッドを選択するとヘッドのみに、テールを選択するとテールのみが選択されます。ボディを選択するとボーン全体が選択されます。最後はポーズモードで、このモードはボーンのどの部分を選択してもそのボーン全体が選択されます。編集モードとポーズモードは似ていますが、編集モードはボーンを追加したり削除したりできるのに対し、ポーズモードはそれができず、代わりにボーンの向きを変えたり変形させたりするモードとなります。そしてこの2つのモードを交互に見ますと、ボーンの変形が異なっているのが分かります。これは編集モードがデフォルトで、ポーズモードはデフォルトから変形させたモードということです。そのためポーズモードをデフォルトに戻したい場合は右クリックしユーザーのトランスフォームクリアを選びますとデフォルトに戻すことができます。ちなみにポーズモードは選択したボーンのヘッドが変形の基準となりまして、 R キーや S キーで変形させるとヘッドを中心に変形します。逆に編集モードですとボーンの中心が変形の基準となります。これをヘッドに変えたい場合は上のピボットポイントをアクティブ要素に変えることでできます。次にボーンのビューポート表示について解説します。オブジェクトデータプロパティを選択しビューポート表示からボーンの表示方法を選ぶことができます。いろいろありますが、ここでは特によく使う名前、表示方法、最前面の3つのみ説明します。名前
前というのは文字通りボーンの名前を 3D ビューに表示する機能です。ボーンの名前をすぐ確認したい時にとても使います。ボーンの名前を変更する方法は、ボーンを選択、F2 を押して名前を入力することでできます。表示方法を選択することでボーンの形が変えられます。現在は8面体なので三角錐ですが、棒状にしたい場合はスティックにすることで変えられます。B ボーンはボーンの大きさを自由に変えられるモードで、ボーンを選んで編集モードかポーズモードにし、コントロール Alt+S で自由に変えられます。最前面はメッシュよりもボーンを前に表示する機能です。ボーンがメッシュに隠れて見えない場合は、ここをチェックしましょう。さて、いよいよリギングをする上で一番大事な親子関係について解説していきます。親子関係とは何かと言いますと、それはボーンに親子の関係を持たせることです。親子？どういうことと思ったかもしれません。別の言い方をすると、ボーンを親と子に分類することで、子は親の一部のように変形できるようにすることです。例えば子に2つのボーンがあったとします。このボーンであれば、下のボーンは親で、上のボーンは子です。親を動かすと子も同じように動きます。そして拡大縮小をしてみると、子も同じ変形をします。しかし、子を動かすと親は動きません。変形もしません。さらに子に孫がいれば、子を動かすと孫が動き、孫が動いても子と親は動きません。つまり一番偉いのは親で、子はどうあがいても親には逆らいません。親の言うことは絶対なので、親が命令したら子たちもそれに従って動かないといけないということです。これがボーンの親子関係というもので、ペアレントとも呼ばれています。この親子関係を確認するには、このボーンを選択し、ボーンプロパティ内の関係からペアレントを見ますと、この中に親のボーン名が表示されています。つまりここに刻まれている限り、子は親の命令は絶対ということです。では、子は一生親の命令に逆らえないのかと言いますと、そんなことはありません。子は親との関係を切ることができるということです。ボーンプロパティ内の関係からペアレントの横にある×を押しますと、親との関係を切ることができます。実際に親を動かしてみますと、子は親のように動かなくなりました。正確に言うと、子は子ではなくなり、一つのボーンとして独立したという感じです。子供が親元を離れ自立したということです。もちろんまた親と再会することもできます。子を選択し、ペアレントから親のボーンを選び、下の接続をオンにしますと、親子関係となり一緒に動くようになります。この接続というのは、親のテールと子のヘッドをくっつけさせる機能となります。以上が親子関係の基本的な解説でした。今回はボーンを中心に解説しましたが、オブジェクトにも親子関係を設定することができますので、この概念は非常に大事なのです。次に、ボーンを削除したり複製した場合、親子関係はどうなるのかを解説します。複数ボーンがあった場合、真ん中のボーンを削除しますと、線のようなものが表示されます。この線は何かと言いますと、親のボーンとこのボーンが設定されている時に表示される線で、ボーンプロパティのペアレントから確認ができます。接続したい場合は、関係の中から接続にチェックを入れることでつながります。また、このボーンを Shift+D で複製しますと、親子関係も同じように複製されますので、消したい場合はペアレントを削除しましょう。次に、親子関係に関するショートカットキーを紹介します。これらのショートカットキーはよく使うので、ぜひ覚えましょう。最初はペアレント作成のショートカットキーです。まず異なるボーンを選択し、次に親となるボーンをシフトで選択します。この黄色い枠はアクティブ選択と言いまして、この黄色いボーンが親ボーンとなります。次にコントロール P を押すとオフセットを保持か接続が出てきます。オフセットを保持というのは、ボーンの位置は一切動かさずそのままペアレントするという意味です。一方、接続というのは子が親のテールに接続することを意味します。次に Alt+P についても解説します。これは親子関係をクリアしたい時に使うショートカットキーです。解除したいボーンを選択し、親子関係をクリアをすることでできます。コネクト解除というのは、親と子の接続を解除する機能で、親子関係はクリアされません。次はボーンのミラー化です。ボーンのミラーは主に2つの方法がありまして、1つ目は Shift+E からする方法です。右上を見ますと X というアイコンが見えますので、これにチェックを入れます。次に点キーの位置を押してカメラを正面にします。シフトを押しながら E を押しますと、反対側にもボーンを追加することができます。これが1つ目の方法です。ただ、このやり方は手軽にミラーが作れるところは長所ですが、名前を1つずつ変更するのが大変なのと、コンストレントというボーンの設定があるのですが、それがコピーできないのが欠点です。そこで名前もコンストレントもコピーができる2つ目の対象化をお勧めします。まずは点キーの位置を押してカメラを正面にします。次に編集モ
モードからボーンを E キーでどんどん押し出していきます。終わりましたら左右対称にコピーしたいボーンだけを選択します。上のメニューにあるアーマチュアから名前を選択し、自動ネーム左右を選びます。するとボーン名の後ろに L というのが入力されました。そしてもう一度アーマチュアを選び対象化を選びますと、反対側にも同じボーンが追加されました。そして名前を見ますと、反対側のボーンには R が後ろに記述されています。この L、R というのはボーンを左右対称同じ動きにしたり、ウェイト調整する際に左右同じウェイトを塗るときに必要な記述となります。ではこれまでのことを踏まえて実際にリグを作成してみましょう。リグの作成方法は人によって違いますので、正解というのは存在しませんが、個人的にお勧めしたい方法を紹介します。それは Unity のボーン構造に合わせることです。Unity とはゲームを簡単に作ることができるソフトウェアのことで、理由は Unity を介して自作モデルを他の環境に持っていくことが多いからです。ブレンダーで制作したモデルを Unity や VR チャットなど他の環境に持っていきたいと思っている方は多いのではないかと思います。そこで Unity が指定しているヒューマノイドのボーン構造に合わせることで、自作モデルが効率よく他の環境に持っていきやすくなるのでとてもおすすめです。またリグを作成するときはカメラを必ず固定しましょう。例えば点キーの1を押して正面にするとか、点キーの3を押して横にした上でリグを作成することです。というのもカメラが固定されていないと E キーで押し出すとき軸が固定されずおかしな方向へ向かうからです。するとガタガタしたリグができてしまうので、カメラは必ず固定しながら作業しましょう。それではリグを作成します。まずは Shift A からボーンを追加します。ボーンを選び、トランスフォームから X の位置の値を0にしましょう。ここを0にしないとメッシュとボーンがずれてしまうので注意です。点キー1を押してカメラを正面にします。ボーンを選択し R を押して X180 と入力し、ボーンを逆さまにします。ボーンのヘッドを腰あたりに配置し、テールは股のやや上あたりに置きます。F2 を押して名前はヒップスにします。次に点キーの3を押してカメラを横にします。ヒップスボーンのヘッドを選択し E キーで胸の下あたりまで押し出します。ここでクリックして決定し、もう一度押し出して首の付け根あたりまで移動させます。F2 を押して下のボーンはスパインと入力し、上のボーンはチェストと入力します。スパインボーンに親が設定されていませんので、スパイン、ヒップスの順にシフトで選択し、コントロール P でオフセットを保持にしましょう。これでヒップスが親になれば成功です。チェストボーンのテールを選択し、頭の付け根まで伸ばします。そしてもう一度 E キーを押して頭のてっぺんまで押し出します。首のボーンはネックと入力、頭のボーンはヘッドと入力しましょう。ここからは肩と手のボーンを追加していきましょう。チェストのテールから肩のボーンを E キーで右に押し出しましょう。この動画では右としていますが、左でも大丈夫です。肩のボーンは切り離した方が扱いやすいので、Alt P を押してコネクト解除を押しましょう。位置はだいたい肩のやや上あたりにしましょう。次に腕となるボーンを追加しましょう。まずは右から E キーで押し出して手の付け根あたりまで伸ばしましょう。そして Alt P を押してコネクト解除をし、腕の付け根に配置しましょう。位置調整をしましたら右クリックをして細分化をします。するとちょうどボーンが1対1の比率となってバランスが良くなります。その後点キーの7を押してカメラを真上にします。肘の関節を選択し、やや外側に動かしましょう。あまり外側にやりすぎるとウェイト調整をするとき苦労しやすいので、ほんのちょっと外側で大丈夫です。ボーンは基本的に人体の真ん中に配置するというのが基本ですが、肘や膝、指など曲がる部分はやや外側に配置するといいです。関節部分を真ん中に配置すると実際に曲げると不自然になったり調整がややこしくなりやすいからです。そのため関節は外側に配置するのが一番効率がいいのです。名前に関しては肩はショルダーとし、上腕はアッパーアーム、前腕はローアームと入力しましょう。終わりましたら手のボーンを追加していきましょう。ローアームのテールを選択し E キーで手の真ん中まで移動させます。このボーンはハンドと入力しましょう。さていよいよ指のボーンを入れていきます。まずは人差し指の付け根にボーンを E キーで引き伸ばしましょう。クリックして決定し、人差し指の先まで伸ばします。右クリックして細分化、下のメニューから2と入力します。するとちょうど指の関節と数が同じになります。真ん中のボーンは使いませんのでデリートキーで削除しましょう。このボーンを Shift D で4つ追加し、中指、薬指、小指、親指に配置、大きさや関節の位置を調整していきましょう。指の関節もやや外側に配置すると指がきれいに曲がりやすいのでおすすめです。親指は R キーで回転させて調整しましょう。だいたいこんな感じですね。指の名前に関してはそれぞれ名前があるのですが、非常に長いので箇条書きにしてまとめました。
少し大変かもしれませんが、これらをそれぞれ入力することで効率よく Unity へ移動させることができるのです。ちなみに Unity では手の指のボーンがなくても大丈夫なので、どうしても入力が大変であれば指は作らないという点もあります。指の名前を入力したらそろそろ足に取り掛かりましょう。ヒップスボーンのテールを選択し、E キーで足の付け根まで伸ばします。正面から見たとき真ん中に配置するのがちょうどいいです。そして足首まで伸ばしていきます。終わりましたら腕と同じように右クリックし、細分化を選択して1対1にします。3キーで真横にし、膝をやや外側に配置します。太ももボーンはアッパーレグと入力し、すねのボーンはローレグと入力しましょう。そして足首を選択し、足の指まで E キーで押し出します。足の指からもう一度 E キーで押し出して先まで配置します。足のボーンはフットと入力し、足の指はトースと入力します。そして足の付け根にあるボーンはデリートキーで削除しましょう。一通り終わりましたらミラーコピーをしたいので、点キー1を押して編集モードからミラーの対象となる腕と足のみをシフトを押しながら選択しましょう。上のメニューにあるアーマチュアから名前を選択し、自動ネーム左右を選びます。ボーン面の後ろに L が入力されているのを確認します。そしてもう一度アーマチュアを選び、対象化を選びます。これで反対側にも同じボーンが追加され、R もしっかりと記載されています。アーマチュアとメッシュを親子関係にしましょう。オブジェクトモードでアーマチュアをこのまま動かしてもメッシュがついてこないのでとても扱いづらいです。そこでメッシュ、アーマチュアの順にシフトで選択し、Ctrl P を押した後にオブジェクトを選びますと、アーマチュアを動かすと同時にメッシュも動くようになります。次はボーンとモデルを関連付ける必要があります。リグを作っただけではまだモデルを動かすことができません。どのボーンがどのように変形するかを設定していく必要がありまして、この作業のことをスキニングと呼びます。スキニングは説明すると長くなりますので、今回は簡単な説明だけで終わろうと思います。またスキニングをいきなり手動でやると訳が分からず頓挫の原因にもなりますので、ここでは自動ウェイトという初心者さんにおすすめの機能を使いましょう。最初にメッシュを選択し、次にボーンをシフトで選択します。そして Ctrl P を押すとペアレントに関するメニューが出てきますので、自動のウェイトでを選びましょう。するとブレンダー側がボーンとモデルを関連付けてくれました。確認をしてみましょう。オブジェクトプロパティを選択し、頂点グループからどれでもいいのでボーンを選択します。そしてモードをウェイトペイントモードに変えます。するとモデルが突然青くなり赤くなっているところがあるのがお分かりでしょうか。このモードはモデルとボーンの関連付けの確認ができるモードでして、この関連付けをウェイトと呼びます。青くなっているところはウェイトが振られておらず、逆に赤くなっているところはウェイトが振られていて、ボーンを動かすとそれに合わせて変形するようになります。Unity へ持っていくことを目的とする場合は、ここでリグを完成させ、あとはウェイト調整するだけで大丈夫です。もっと快適に動かしたいのであれば、次の IK についての理解はとても大事となります。より使いやすいリグを作成するために、そろそろ IK と FK について話していこうと思います。いきなり専門用語が出てきて難しそうと思った方もいるかもしれませんが、実はそこまで難しくありません。IK と FK の違いはこうです。まず FK の説明からいきましょう。FK は今制作したリグそのもので、一つ一つのボーンを動かすモードです。一方 IK は一つだけボーンを動かすことで他のボーンも一緒に動くモードです。例えば足を上げるという動作をさせたいとします。FK ですと、まず太ももを上げる、膝を曲げる、足も曲げる、地面に足がめり込んでいないか確認とものすごい手間がかかります。しかし IK ですとこれらの手間が全て省けます。つまりボーン一つだけ動かせば簡単に足を上げることができます。そのためアニメーションを作る際は IK がとても役立ちます。もちろん実際は IK と FK を切り替えてアニメーションが作られることが多いのですが、今回は IK の作り方のみに焦点を当ててきます。ちなみに IK はインバースキネマティクスの略で、 FK はフォワードキネマティクスの略ですが、とりあえず IK と FK とだけ覚えておけば大丈夫です。これが IK と FK の違いです。では IK の作り方に入ります。まずは肘の IK からです。肘の関節を E キーで伸ばし、新たにボーンを追加します。次に Alt P で親子関係をクリアし、後ろの方へ置きます。これは肘の向きを調整する IK で、ボールターゲットとして設定すると機能します。名前はエルボー IK にしましょう。次に手の IK を作ります。手のボーンを Shift D で複製し、右クリックでキャンセルします。次にトランスフォームの長さからボーンを大きくし、Alt P で親子関係をクリアします。IK は必ず親子関係をクリアしましょう。そうしないと IK を設定した時、ボーンがものすごい回転をしてしまうからです。ではハンド IK と入力しましょう。次はポーズモードにし、手の IK を選んだ後にシフトで前腕のボーンを選びます。
そしてシフトコントロール C と入力しますとボーンコンストレントのメニューが出てきますので、この中にある IK を選びましょう。すると IK が設定されたボーンは黄色く表示されるようになります。ちなみにボーンコンストレントというのは他のボーンの動きに影響を受けてボーンを動くように設定する機能のことです。IK もボーンコンストレントの一つとしてこの中に入っています。右のボーンコンストレントプロパティを見ますと IK に関するメニューがありまして、ターゲットを現在のアーマチュアとなってボーンにハンド IK が設定されています。次はターゲットを設定したいのでポールターゲットを現在のアーマチュアにし、ボーンをエルボー IK にしましょう。すると向きがおかしなことになりますが、ここは慌てずチェーンの長さを2にしましょう。また IK を設定すると角度が変わることが多々あるので、ポールの角度を調整する必要があります。基本的に90度、180度、マイナス90度のいずれかを設定する必要があります。ここで角度を入力することで元の向きに戻りました。手の回転も統一しましょう。ハンドボーンを選択し、ボーンコンストレントから回転コピーを選びましょう。ターゲットにアーマチュア入れてボーンをハンド IK にします。あとはハンド IK を回転するとハンドボーンも一緒に回転するようになりました。ちなみに IK はメッシュの変形に関係がありませんので、ボーンプロパティから変形のチェックを外しましょう。同じことを足にもやっていきましょう。膝を選択し、いいキで押し出していきます。オルト P で親子関係をクリアし、距離を離します。名前は 2IK にしましょう。次に足を Shift-D で複製し、右クリックでキャンセル。トランスフォームの長さで大きくし、名前は FootIK にします。FootIK、スネボーンとシフトで選択し、シフトコントロール C から IK を選びます。ポールターゲットをアーマチュアにし、ボーンを 2IK にします。チェーンの長さを2にし、ポールの角度を変更します。そしてフットボーンに回転コピーを追加。ターゲットをアーマチュアにし、ボーンをフット IK にします。さて次はこれらをミラーコピーしたいのですが、一旦左側のボーンすべてを削除しましょう。その後 IK も含めて右側のボーンすべてを選択します。上のメニューにあるアーマチュアから名前を選択し、自動ネーム左右を選びます。もう一度アーマチュアを選び、対象化を選びます。これで IK の設定も全てコピーすることに成功しました。以上が IK の設定でした。ちなみに IK が設定されているにもかかわらず、全く曲がらないということが起きます。これは原因が2つありまして、1つはボーンを直線上にしていることです。腕と足のボーンを設定する際、直線上に配置されていると膝や肘が全く曲がらないということが起きます。これの解決方法は編集モードからボーンを選択し、ボーンを R キーで回転させるなどわずかに角度をつけましょう。もう一つの原因は制限をかけてしまっていることです。ボーンプロパティの IK から軸の制限があるのですが、ここにチェックが入っていますと思うように曲がらないことがあります。ここのチェックは全て外し、ボーンコンストレントからチェーンの長さを一旦変え、もう一度2に戻すことで治るかと思います。ルートボーンの作り方を解説します。これは全てのボーンを動かしてくれるボーンで、アニメーションする際とても快適に動かしやすくなります。まずは Shift-A でボーンを追加し、足の間に配置します。ルートボーン、アーマチュアとシフトで選択し、コントロール J で結合します。F2 を押して名前はルートとします。次にヒップス、ハンド IK、ニー IK、エルボー IK、フット IK をシフトで選択し、最後にルートボーンを選択。コントロール P でオフセット保持を選びます。ルートボーンをポーズモードで動かし、すべてのボーンが動いていたら成功です。ついでに下半身のみ動くルートボーンの作り方も解説します。テンキー3を押して横にし、ヒップスとスパインの間を選択。E キーで横に伸ばします。名前はルートアッパーにしましょう。親子関係を設定したいので、ルートアッパー、ルートの順にシフトで選択。コントロール P を押してオフセット保持を選びます。その後、ヒップス、ルートアッパーの順にシフトで選択。同じようにコントロール P からオフセット保持をします。そして、ハンド IK、エルボー IK をシフトで選択した後、ルートアッパーを最後に選び、コントロール P からオフセット保持をします。これで上半身は動かず、下半身のみ動くルートボーンの完成です。そして、ルートボーンも IK と同じく変形に関係がありませんので、変形のチェックを外すといいです。最後にカスタムシェイプについても解説します。これはボーンの見た目を変える機能で、ボーンをより見やすく、より動かしやすくすることができます。ここではハンド IK を立方体に変えていきましょう。まずは Shift-A から立方体を追加し、大きさを調整します。次にハンド IK をポーズモードで選択します。ボーンプロパティ内にあるビューポート表示のカスタムシェイプを選びます。ここにカスタムオブジェクトという項目がありますので、この中に先ほど追加しました
立方体をアウトライナーからスポイトします。するとボーンが立方体へと変化しました。このままですとメッシュが隠れてしまいますので、ワイヤーフレームにチェックを入れましょう。これでボーンが透き通るようになります。大きさや向きを変えたいのであれば、スケールや移動、回転の数値を変えることでできます。いかがだったでしょうか。今回はリギング入門ということで I 系と F 系について解説してきました。リギングと聞くと難しいと感じる方は多いと思います。自分もブレンダーを一から勉強し始めた時、リギングとスキリングは本当にわからなかったし、実は今でもわからない部分があったりします。これからこのリギングとスキリングに関しては日々勉強しながら少しずつ慣れていこうかと考えています。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。